美味しいね。おいしいです。食事そのものはね、家庭的でね、奇抜なものないけどね、いいよ、それがすごい。上にはどういった具材が乗ってるんですか？そぼろに枝豆と錦糸卵としいたけ、白アナゴだね、これをね。このエビを入れるんよ。エビも。うん。これ全部仕出し。自分のところで漬け込んだ照り焼きチキン。そう、昨日の晩に漬け込んで、で、朝焼いて。このチキンは仕出しだけ。うどんそばだけ。卵は1日何個分ぐらい？20個分ぐらい使うかなって感じ。お客さんが多かったら使い切りかな。やっぱり卵焼きが一番多い。そうですね。
かつ昆布のこの2種類だけ。いりこを使われない理由っていうのは？惣菜関係だからいりこ使うとどうしても香りが強い。例えばこれですき焼きとか肉じゃがとかも炊いていってほんならもうこの2種類だけで。鶏胸が辛味ソーセージ、風味付け。ここに来たってもう20年。その前はね、魚屋さんのお手伝いですよ。時間は遅くてもいいけん。一手間かけたら美味しいなるから、お客さんが美味しいって言うてくれるのをしなさいって言うんよね。骨の背中をハサミで取ったらお客さんが口当たりが良くなっていいけん。一手間やけどそれしなさいとかって教えてくれてね。それを言うてくれよったから。何十年勤めた人多いんです。家族的な雰囲気があってね。で、私はね、これ2回私立しとんですよ。10年前に警視さまよって、で、もう働け思ったら雇ってくれて、ずっと続けてるんです。お刺身不要だけどね。これなんかはもう40年。ここがこれは。魚をさばき始めて大体どのくらいになるんですか35年ぐらいやな。お店始める前まではね、食品の問い屋さんしようと。日配商品ってね、うどんとか豆腐、こんにゃく、そういう商品群の専門の問屋をしよう。これ41歳の時に競合がいっぱい出てきたもんですね。やめて続けてしようかと。
ご自身で市場に行って買い付けにっていうお話伺ったんですけど、変わらず魚市場いうところがあるんで、そこに買い出しに行って四季の商品が出てくるから、その出てくる商材で看板に書いてあるように旬の食材を使った商品を提供するっていうことでしてるから、美味しいとかよく超えてるとか、まあそういうのを選んで入札するっていうことですね。お店の名前は由来というかあったりするんですか？ご飯屋さんの方がストレートでお客さんにも知ってもらえよいと思って。独特ですね。姉ちゃんもうあれでいくわ、昆布。お願いします。汚い側に帰る。勝負。K2や。
番ね。焼肉は正午半つきます。焼肉小ご飯味噌つきます。いらっしゃいませ。はーい。
はいどうぞ。中ご飯お願いします。はい。お願いします。あ、3番さん。お米も美味しいよ。いろいろおかずがあるので楽しくなっちゃいました。料理のお味はいかがですか？美味しいです。ご飯も美味しい。ご飯めっちゃ新米ですかこれ？大口開けたとこ食べて。お腹いっぱいです。ご飯がとっても美味しかったです。お米はどこ産を使われてるとか、愛媛県県内の。東海前言うんだけど、本谷温泉っていうね、そこの山のお米を、そこの商品がなくなったら、新潟、富山のコシヒカリをピッチ。ご飯やなたねんけん、ご飯まずかったら、ご飯に関してはなくだって。お米は1日どのくらい使われるんですか？平日白米で30キロから60キロ。一番多い時言うたらやっぱり120キロぐらいかな。120キロ。醤油ラーメン一つ。はい。醤油ラーメンははい。はい、お願いします。はい。はい、どうぞ。はい。これははい、わかめうどんね。わかめうどん。瀬戸内海のエビ使ってかき揚げにした玉ねぎと一緒。はいどうぞ。はい、ご一味どうぞ。お店の好きなメニューとか。卵や。待てよ。これ一緒のとこ？多分7番さん。7番さん。
はい、ナイスでした。はい、はい、はい。はい、はい、どうぞ。レバニラいきますよ。持ち帰りでね。はい。レバニラです。レバニラの持ち帰りです。はい。野菜炒めとご飯の牛とカツ丼と味噌汁。はい、わかりました。ご一緒にお持ちします。お願いします。カツ丼。これ怪獣。カツ丼は味噌汁。この怪獣がネギなんだね。はい。あ、なんか。お店にはよく来られるんですか？週1ぐらいかな。食事そのものはね、家庭的でね、奇抜なものないけどね、すごい口に合うものね。美味しいよ、それが。すごい。店員の人も優しいしね、いろいろしてくれるけんね。定休日ぐらいは必ず出勤してくれもうね、もう10年以上、365日、このお休み以外は必ず、やっぱり社長、料理も味もそうだけど、雰囲気とか、こちらのその刺身、別に作ってくれるようなメニューにないんお父さんはどのくらいお店には通われてるんですか？ここできてから今日は何を頼まれたんですか？冷えカツ、あ、美味しいね。もうこれきり早く言うんだよ。半年ぐらい。もう食べてみ、気に入ったらこれきり。どうやかな。
お待たせしました。野菜炒めです。メニューの数でいうと何種類ぐらいあるんですか200種類ぐらいは作れない。 200種類ですか？まあ、出てくるね。まあ人気なのはもう、魚で言うたら、ムサバとか。肉系だとやっぱ焼肉と、一番多いのは野菜炒め。もやし太郎も結構人気が。キャベツともやしを炒めた、まあ、お好み焼きに近いような感じの、まあ、料理かな。太郎と花子がいるんですね。これは豆板醤を使ってちょっと辛口女子をイメージした、まあ、これ社長が決めた命名というか名付けたけどうして太郎と花子だったんですか？もやしです言ったら面白ないじゃない。太郎くんをつけたらもうちょっともやしの反則を紹介して、それで花子に考えて。コロッケは特徴とかあったりされますか？伊予美人っていうこうねっちょりしとるこの辺の独特の里芋やからそれを生かして味はちょっと甘めに変えて仕上げてる。歯ごたえがちょっとあったんですけど、鶏ミンチとレンコンを足して、まあ、歯ごたえちょっとつけて芋炊きっていう伝統の料理がある。その鍋には、里芋とその鶏肉を里芋と鶏肉合うってことで里芋と鶏ミンチで芋炊きからちょっとこう着想を得てというか、そうアイデアを得て作ったコロッケ。あれを食べたいって言ってくるからお客さんがだからそれをあんまり避けて食うのもどうかなっていうのもあって、本当に毎日来てそれだけしか食べないお客さんっていうのもおるし、だからやっぱ1割2割ぐらいはシーズンで買いつつあとはもう定番化してしまう、じゃあお客さんとのつながりとか大事にされてることってそうね言ったら、何回もこう肉と食べようにと思って地域の人に可愛がってもらってつけてるんですね。3時半ぐらいかな。前日に団子にしてで朝はこれだ1000食ぐらいかな。大小あるから、まあそういったらまあ700ぐらいかな、600、700ぐらい。生地をなんか綿棒で伸ばすために組んでるわけ。生地を鍛えて1、2、3回かな。今度は綿棒で伸ばして切っていく。うどんにするんだったらどういうふうにして伸ばしたらいいかイメージしながら。手の場合はその時にすごくこうしたりとか柔らかく伸ばしたりとかできるので、生地のコンディションはこんな感じかなみたいな。ちょっと大きく伸ばさないかんなとか。小さく伸ばさないかんなとか。サラリーマンやるから16年ぐらい学生の頃からやるとかね。それ考えたらもう45年ぐらい。昔はここ自体がもう製麺所っていう玉だけの卸だけだったんや。本店の方のお店を買ってくれないか言ってそれをその方がもう辞めることで買ってうどん屋しだしたっていう。着いたのは4年ぐらい前かな、5年か。その前に別のお店をうどん屋で3軒出してその後かな
まあ、今全部でトータル5店舗かな。平日で 250× の15。土日になったらまあ5000食ぐらいちゃう。正月とかゴールデンウィークだったら8000か9000ぐらいじゃない。これで終了でございます。から丸出しとろいですね。はい、今から1日この分の6杯ぐらいは取ってます。はい。最初の朝2つは先代の社長がやってくれてるんで。
これ取り手です。こう上げていくんです。開けるの早くないですか？いや、6時から仕込みしながら常連さん入れるから、正式には7時からやけど、やっぱりサラリーマンの人がやっぱり6時ぐらいから来るから、6時半ぐらいから。特に火曜日はちょっと暇よね。昨日は忙しかったけど。
お待たせ。瞬間予報名古屋からのです。明日午前中にかけて雨の降るところが多い。そばにだしに中点。物価上昇を上回る持続的な賃上げの実現に向け、去年を上回る賃上げへの協力を重ねて呼びかける方針です。日経平均株価が初めて4万円を突破した。ちょっと待ってくださいね。はい、500。ありがとうございます。はい。今日は何食べられたんですか？かけの中と天ぷらを2つ。美味しいです。美味しい。あれ一番好きです。はい。新大関琴ノ若が同じ大関の取締役11番に相撲を取りました。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。いつも来られてるんですか？仕事前に朝食で。もうどれぐらい来られてるんですか？もう20年言わんだな。もっと長いかもか。そばですね。そばです。もう自分の好みに合ってますから。ずっと。袋に薬味があってだし。やったら大根でも生姜まではあれでいい。
あ、はい。もうさーっとこう雨の影響はどうなんですか？あるやろ全然ある。もう違うんだよ。150ぐらい違う。朝この時間に毎日普通に商店ってここでいうかけうどんの小に天ぷら一つで商店、それを頼んで食べました。天ぷらは何を？だいたいちくわ、ここのは1本丸々あるんでだいたい半分に切ってるところが多いんやけど、坂枝さんのは1本丸々なんで満足いく量はあるので、ご飯と一緒なんですよね。毎日食べても飽きないっていう感じですね。おはようございます。はい、こんな感じです。おはようございます。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あれだ。はい、置いてきますね。ありがとうございます。400円です。お客様のお願いします。
鮭のショー。次の方もどうぞ。鮭のショーで。500円ずつお願いします。お店にはよく来られるんですか？いや、1回目です。今日はどちらから来られたんですか？滋賀県です。麺はコシがある感じはします。美味しいです。天ぷらでよろしいですか？どうぞ、はい。5秒ぐらいで温まりますので、はい、500円あります。70円入ってる。焼きかけもやしかかってますので、そのままお塩で焼き入れてください。金沢から来ました。美味しいです。美味しいです。いや、僕1年半前に奈良から移住してきて毎朝来てるここにいろいろ探したけどもうここで毎朝。高松市ではここだけやね。高松全体回ったけど、まあ、近くてここが一番いいね。またね、10分ほどお待ちいただくんですけど、よろしいですか？天ぷら釜、どうぞ。はい。天ぷらいらっしゃいませ。あ、そういうこと。どちらから来られたんですか？滋賀から来ました。ライブに行くみたいで。せっかくやからうどん食べよう。美味しいです。梨が美味しい。美味しい。なんか美味しい。うどん麺だけでも美味しい。だしは結構あっさりしてるけど味がしっかりしてるから美味しいです。飲めるぐらい。
はい茶葉そう座るかうめえ食べるうめえ美味しい。てかまた違う。ゆですぎちゃったあったかい肉ぶつけご飯、大根おろしレモン入れていいですか。はい。はい、200円。お湯の中つけて温めてください。はい。5秒ぐらいで温まりますので。そしたら後ろのタンクを出してみてください。どうぞ。はい。勝手の中か。あ、どうぞ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、肉のお客様。
お店にはよく来られるんですか？毎日。毎日ですか？肉ぶっかけ。ぶっかけとかきさつまいもとちくわ。ここで。安いし、美味しいし。もっちり感がちゃうのやっぱり。私は一番口に合う。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら釜玉。はい、700円です。もう一杯行きたいな。次行くんでしょ。お店には初めて来られたんですか？初めてです。東京から来ました。旅行でめちゃくちゃ行きたくて。皆さん頼まれたのはぶっかけうどん食べました。これは冷やかけうどんです。釜玉です。肉うどん。冷やかけうどん。本場の讃岐うどんお味いかがですか？いや格別ですね。幸せです。コシが違いますね。もうもちもち。だしも美味しい。毎日来たいぐらいですね。これはもう。どうぞ。いらっしゃいませ。おせんべい。商店です。はい。わかる？これ何イカ？イカですね。生卵お願いします。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、どうぞ。はい、釜揚げです。卵にしようか。あ、どこにあるの？非常に歯ごたえがあって美味しいうどんでした。かけうどん食べたんですけど、あっさりして美味しかったです。肉の小もお願いします。30円です。終点です。450円。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、天ぷら、はい、500円です。はい、かけうどん、はい。はい、肉丼中です。はい、じゃあちょっと前の方から出るのでお待ちください。はい。はい。お願いします。
おろしだけ。はい、肉ぶっかけで、はい、肉だけおろしだかけ中で、はい、330円。ありがとうございます。温めてどうぞ。はい、何ですか。1個。はい、そしたら480円。はい、ありがとうございます。こちらぶっかけです。これより並ぶんですか。そうや。はい、12時からだいたい40分ぐらいまでずーっともう並びます。はい、こちら肉うどんです。宿舎の人たちが初めて作った幼児。すごく美味しかったです。麺のコシ全然違う。だし醤油がめっちゃ美味しかったです。釜玉と肉ぶっかけうどん。いっぱい食べました。量もめっちゃ大きかったですね。美味しかった。肉ぶっかけうどんの大根おろしとレモンが最高でした。バッチリです。そう、常連さんとかがね、やっぱり多いから、もう顔なじみになるというか、顔だけ見たらもう結構玉取る人ももう分かってるから、もう注文入る前に玉が出てたりするぐらい、常連さんがね、多いとね、そんな感じになりますしいですよね、やっぱり、毎日来てくれて。はい、本日売り切れ終わりました。ありがとうございます。すごい。絶品ですね。はい。ここ浜田さんは一番だと思います。はい。2人で続く限りお客様に提供できたらという気持ちでやってます。カツがうまい。子供さんですごく美味しいです。ありがとうございました。こういう風な感じ。
うどんのだし、うどんとか全部だしの元になりますから、うちは。麦の粒味噌です。海産物店の鰹節を使わせていただいてるんですよ。1000台ぐらいですか。だいぶ古いけんね、相原さんとこも。カツ丼のタレはなんか主にどういった？おうどんのだしに醤油と砂糖でみりんで味付けてるだけです。ちょっとは甘めです。刺身醤油って濃い醤油なのでそれを使ってます。お店ができたのはいつ頃になるんですか？明治の25年ぐらい。130年ぐらいはやってるね。かなりうどん屋を。景観重要建造物、ここ浜で入ってますけど、この通りが前の通りで、ちょっと街並みを保存する会みたいなね。景観重要建造物に選ばれているってことです。はい。
うち永田製麺所と申します。うどん麺類そうですね全般卸してます。父親の時代からずっとお付き合いあるお店ですね。奥さんは卵なしのカツ丼、永田さんはカツカレーうどんしか食べません。そういう方いらっしゃいます？うちはもうずっとカツカレーうどんです。はい、絶品ですね。はい、ここ浜田さんは一番だと思います。はい。大体お客さんはこの中から選ばれますが、チキンライスとか和食なんですけどオムライスとかそういうものもあります。一番よく出るのは半カツ丼セットと半カツ玉セット、半分半分のセットです。中華そばも半分、カツ丼も半分で両方一緒に食べられるということでセットが一番人気です。焼きうどんと唐揚げがタレ漬け唐揚げ単品みたいなのでお願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。追えないような状況に、自分を追い込んで。男は警察官に呼びます。
出張に来てて、頻繁に、最近来るようになって、こっちにも寄らさせてもらってます。気に入ってるところとかってあったりされますか？カツ丼ない。大体決まって。カツ丼が多いですけど、今日はどっちかというとカツ丼か唐揚げかっていうぐらいですね。これもサクサクで、お肉もしっかりと感じられるんで、すごく美味しいです。ハンカツ玉セットとテイクアウトでそば飯です。はい、ありがとうございます。ましたよ。抜いて。手でかけて。これ2つ分です。
はい、来たよ。言葉が足りなかっただけで。半分半分のセットは私の友達が来とって半分半分食べたいっていうことでセットが生まれました全部お客さんの意見をもとに作られたメニューですもともとはどういったメニューを？うどんだってねもう60年か50年ぐらい前から活動してたと。迷ってしまっておすすめですか？中華そば半分とカツ丼が半分のこれが一番人気で、浜田屋は昔から卵なしのタレだけのやったんですよ。唐揚げ若い方には人気です。いらっしゃいませ。まだ。お待たせしました。肉鍋焼きうどんです。はい。はい。僕が調べて、旅行で来てて、すごいなんか雰囲気あっていいなと思って。美味しいです。美味しいです。料理はもうずっと代々味を引き継がれてきたっていうことだと思うんですけど、同じように作るだけですよね。前来た時と今度来た時同じの食べてちょっと違うとってなんか言われるのがすごい辛いから、美味しかったよと言われるのはいいですね。先代のお母さんと一緒に3人でずっとやってきたんで、お母さんがいたからできたかな。私たちが頑張って長く続けるっていう、それだけが目標かな。ね。いらっしゃいませ。
にあるのは埼玉愛知ですで千葉県だとギリギリ高校お店にはよく来られるんですか？昼は今日は何を頼まれたんですか？これやな。カツ丼の卵入り。あ、美味しいですよ。はい。すいません私も今してますよ日焼け止め塗ったり日が浜田屋さんのカツ丼の特徴とかってあったりしますか？カツ丼はやっぱ甘だれかな。がっつり甘口だからね。カツ丼って卵乗ってるけど乗ってないのをやったのは特徴よね。はい、どうぞお待たせしました。
しっぽくなに具材ってかまぼことしいたけと鶏肉と風で人参とネギが入る。次のおそば食べたい。中華そば。今日はうどんで。ご飯でせるね。お二人で続けてこれた秘訣みたいなのって。あまり干渉しない。そう。二人でしてるからもう二人で続くから。なるべく長いことをお客様に提供できたらという気持ちでやってます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。心を込めて作った料理、それがお客さんに喜んでいただける、満足してもらえる、お金払ってくださるのにありがとう言うてお礼を言うてくれるいうね、そこら辺のまあやりがい的な部分がありますね。串をまず今からこのだしとその海水の醤油をこの中に入れていくのでだいぶもう寝かしてしょんでアクを取ってで押して冷やす。アクをちょっと取っていかないかんですよね。それ取るでしょ。でこれを押していくんですよまた。これで営業始まるぐらいまで冷やしていくんですよ。始められて何年ぐらい？ 26年。20歳からやけん、まあ46になったけん。まあ鰹節は
鹿児島の枕崎さんの本枯れ節ですね。カンカンと音がするぐらい乾燥させて、何度もカビ付けをして、最後に黄金カビいうのが出てくるんです。大体3回ぐらいカビ付けするんですかね。そうすることによって水分とか雑味とかをカビが吸い上げてくれるんですね。で凝縮した美味しいかつお節に仕上がる。値段ももちろん最高に高いんですけど、それが最高のものと言われてます。もう雑味をカビが吸い上げてくれる利尻昆布、だし昆布で有名なんですけど、その中でも最高じゃ言われてるぐらいカブカさん、香りに深いと書いてカブカ、味も濃いですし、うまみが強いです。100匹ですよね。成果不良。成果不良。ネギ少し。もう83よ。木がテキパキされてるから。元気すぎて。面をきれいにちょっと形は異物になるんですけど。困るわ。先代の僕の、父親が創業して、僕が小学校3年ぐらいの時に父親が始めて、高校卒業してその後調理師の専門学校、東京のそこ出て3店舗ぐらい蕎麦屋修行に行ったんです。最初千葉の船橋の埼玉の所沢で長野の松本、その3店舗でちょっと修行してで帰ってきたから。蕎麦屋さんを継ぐっていうのは結構決めてという。そうですね。もう勉強嫌いだったけんね大学行く頭もないし、親がそういう蕎麦屋しよったんで、料理とかにも興味あったので、あと継ぎたいなと思って親の手伝いをしたい気持ちが芽生えてきて。お蕎麦は大好きというか。好きです。もう毎日食べて。ここに来たら癒されるとかね、そういうお話は聞くし、あそこの3番の席が空いとったらもう喜んで行かれるお客さんも結構多いですね。
またテニスと大小。曽我校がうち信州産なんですけど、八ヶ岳363のだいたい標高がね1200メートルぐらいから1600メートルぐらいの時で栽培してるんです。で高地栽培のええとこいうのは朝と昼と夜のこの寒暖の差、これが激しいんですよね。で朝と晩はぐっと気温が下がって日中はぐっと上がる、その寒暖の差によってそばの本来の甘みとか味、そういうもんが深まる言われてます。天ぷらそば普通のが一つと、はい、大が一つで。はい。はい。ちょっとはいテイストはい美味しいですね。
多い点ね、大変です。若鶏そば。はい、若鶏そば大。ありがとうございました。あ、作るって言おうか。あ、そうなんです。じゃあ、いいや、ちょっと。こんな何人ぐらい。もうすぐ作ります。はい、8番。はい。こちらで勉強会がありまして、それの帰りに有名な集落にお越しでございます。
すいません。いらっしゃいませ。大盛り2枚、若鶏そば大、塩素。私は不安なの。かきたまませね手が2本で足りあれがあった3つもあるんですね。また次にある。ちょっと天つゆ沸いたよ。きたま、ネギ抜き、生姜抜き。はい、かきたまそば。そうは。やっぱりました。第2化け物3つない。天盛りだよ。天盛りだ。はい。はい。はい。まだカレーできてないんで、この前。
親丼10番。いただきます。あ、クッキーをここ巻いたけんね。よいしょ。ここの中に。はい、かけそう。はい。はい。狭いからね。大丈夫。回転そう。はい。深鶏味が出ると人気あるとよう出るんです。若鶏そば。若鶏そば。おい。おい。はい、お肉そば。そばの味は残しつつ、そのつながり、喉越し、そういうのを求めたら、まあ今しかない。細いですね、細麺で。結構細め。だいたい20秒台ぐらいで。やっぱり蕎麦屋の丼っていうのは、醤油とかみりんとか砂糖だけじゃない、そのだしの旨味も加わるんで、まあ大体美味しい言われてますね。人気あります。そこに関わってもう、さあ、35年ぐらいになるんじゃないですかね。心を込めて作った料理、そばに限らずね、それがお客さんに喜んでいただける、満足してもらえる、まあそういうのがやっぱり嬉しいですね。声が聞けたりしてね、お金払ってくださるのにありがとう言うてお礼を言うてくれるいうね、そこら辺のまあやりがい的な部分がありますね。なりますもちろん。それがなかったら飲食業はやっぱりもうみんなならんのじゃないですか。やっぱりそれがあるけんね、嬉しい。
まあね、ここの美味しいから奥歯がね。お蕎麦の味いかがですか？うまいからしようね。ですか？ 88歳。違いました。でもお待たせしました。耳美味しいです。絶対美味しいです。ありがとうございました。そういう角度が多いけどね。短いですね。初めて見た。合いそうです。これも正解できました。あ、いいですか。
飯も食わす。これは5キロ。約50人前。で、まあ。食べながら焼きながら。暑すぎや。よし。これお弁当の副菜をほら入れて、ここへメインが入るので。サバのところだけでカバー。やっぱ塩サバとエビフライで自分のもエビフライ頼みたいやろ。まあそうですね。ちょっと惹かれるものはありますよね、エビフライって。やっぱり大人も子供もエビフライ言うと嬉しいよね。まあ塩サバもすごい美味しいです、ね。塩サバも美味しいけどね、食べたらね。ご飯も進むんやけどね。副菜も日によっていろいろ買えんとね、みんな同じのじゃ嫌やろうしね。タイモさんメインのお煮物で。里芋っていうか。あ、そうか、知らんか。里芋わかる？里芋わかります。あ、失礼。タイモって言うてもいかんか。はい、そうです。おはようございます。わかりました。ありがとうございました。はい、失礼します。カツ丼またあるわか。カツ丼と唐揚げ。この辺りはどんな地域というか。塩の製造とか海運とかで商業が非常に栄えた地域で、こういう芝居絵の屏風を各家が持っちゅうわけよ。夏祭りがあるわけよ。サバを焼くっていう絵が欲しくないか。ぜひ。がさっきも焼けちゅうね。割と500円弁当の割にカラフルやろ、割合。これ500円なんですか？うん、500円。卵がひっくり返ってるわ。どこ？それこそ秋のナスが日本一やないか。さあどこまで行くかな。酒2つやねや。うん。片付け時間もいるでね。よし。中に卵あるとこ1つ割ってこれ。2つ割って足らなかった。ちょっと軽うには1分ば1分もいらんかもしれん。いろいろ言われてね、頭がピッとくる。ちょっとへくったね、ほら。唐揚げの分、自衛隊の分がいるか。
やったらダメ。店は食料品雑貨の店でした。私と主人が土佐尾と言いますがね、名前を取って店の名前を土佐尾にしまして、息子嫁が食料品の弁当はもう15年ぐらいになります。それから現在に至ってます。昭和45年頃からそれからずっと食料品雑貨の店でした。息子たちが帰ってきまして15年ぐらい前からこの軽飲食をするようになっております。ありがとうございます。この国道55号線ができた時点で、店もまだスーパーもない時期だったからよう売れましたよ。けどそのうちに大型店がどんどん出店してきてね、お年寄りもなくなってだんだん若者の時代になって、若者というとやっぱり車で乗って何でも揃うスーパーに行くようになりまして、こういう小売店の本当に小さな店はねお手上げです。AMAX とか港南店主婦の店とかありますのでね、そこ行ったらもう何も一括して買えるというのが妙味でしょ、大型店はね。これ手棒入れてやった方がよかったね。何が乗ってないし、地味とんがらし。下げほんでこ洗い打ってそうすんだら。お母さんお椀もう一つ来てないが。お待ちどうさんでした。お椀大きいのも。美味しそう。美味しいこれ。これあげようか。これ。お店にはよく来られるんですか？僕は2回目ですかね。2回目。はい。今日はあっさりしたの食べたくて。あえてあえるね。あ、そういえばここあったなと思って。出汁がね。構いませんか。それは。効いてて美味しいです。なんでこ。仕上がりが。こちらはどこ産のお米とか？これはね、本当ね、ご近所のね。高知県産の。高知県産のご近所さん。江南市内の。これはコシヒカリや。中取れたから最高やん。そんな自分で自画自賛せられ。大体は受け入れております。ただね、やたらめっぽ注文がね、やってきて、テンパっていう時はね、すいませんって言うから。そうそう、中日だけってお断りしちゅう。
中日が食べたかった。あ、よかった。もうちょうどよろしくございました。イスラムとそれから極めて激しいビーガンもダメやね。もしヒットしたらあれはもうしょうがなくていい。靴はね。4つ取るけど、どことか言えばね。奥さんの実家が。もうカツオが今いるんやけど。ミストやね。それからあれがさじ加減。よくあるわ。個人の家やったら「こんにちは」って言うてから奥から出てこないかんというほら人がそうですね、その時間がタイムロスが惜しいわけよ。中で年寄りやって耳聞こえんで上まで上がって「こんにちは」って言わないかん場合もあるけどね。そうそうね、個人の家はもう一応 NG にして事業者オンリーで定休日ね不定休やけどね。疲れてきたら休む。ちゃんとした休みという休みは正月の2、3だけやね。絶対休むのは。お盆の時もうお盆は限れ時やけね。一応これで全て一応今日はこのコースはコンプリート。じゃあこの配達の合間とかに、英語の勉強されたりとか。そうそう、英語の勉強と聞き流しやけんだよ。全然覚えんな。15分ずつ英語、じゃあまずフランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語と15分ずつあるわけよ。はい。で聞き流して1年ぐらいそれ覚えるかなと思ったら覚えんな。ジェットコースターエアプレーンがあったけど。味がないのにこれを出してないわ。これを出してないわ。お願いします。中日餃子セットしてます。いや、細麺卵入り。
さあ入れるところ、この角度で見たらこちらは何用の大根になるんですか？これが明日の準備や。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。まあ、お気をつけて。その分や高知が一番おとなしいぞ。香川に比べたら高知に敬語がない。かしこまりましたとか召し上がりますとか言うたらお前熱あるってちゃうか。文化として高知に敬語がない。今おいくつになるんですか？60、もうじき7になる。まあ本当はね中日そばって言うけど、本当はねそばついてなかったのよ。中日って言ったのよ大体は。なんであるか分からへんやん。中日で切ってしもうたら。で私がね一種の造語やね。そばをくっつけたという。うどんのおつゆにラーメンが入ったというふうに考えてもらうが一番いいんじゃないかな。それが中日そば、非常にローカルなものだから中日を提供しよった店にしてもよね、一種の町おこしになるとまでは思ってなかったです。土佐尾商店さんの中日そばは、だしは主にどういっただしはねやっぱりかつおベース、それからおじゃこのまあおつゆ、まあ俗にしらすよね、とろろ昆布のだしもあるし、結局これじゃこというのはよね、この赤岡町の特産物なわけよ。ちりめんじゃこが、しらすが。はい、いらっしゃい。ちりめん丼セットです。終わった。ばあちゃん。もうそっちにっていくもんほら。水が。いや、お、ええわ。入れるけど。お店にはよく来られるんですか？そうですね、結構来ますね。中日そばとちりめん丼のセットですね。
江南市ってニラが有名なので、なんかニラの餃子とかもこの店あります。美味しいですね。やっぱりこの上に大根が乗ってて、やっぱしらすと、あとこの醤油かけてっていうのがすごくうまくマッチしてると思いますね。中日そばの方は、こっちもいつもの味ですね。美味しいです。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。今日はどうしてお店に来られたんですか？龍馬パスポート。こういうのあるんです。これが龍馬パスポート。そう。じゃあこれがきっかけでお店のことを。店紹介したので。いかがですか？あっさりして、美味しい。はい、ありがとうございました。どうもどうもでした。はい。中日が5つと餃子が4つです。変のほら。Big ya, Pak. みやこれ盛り寄って盛り長い。ばあちゃん、うん、電話したけど親父も江戸の携帯電話。まず中日の方は。長野県の見知らぬ YouTuber が自分で作ってみたいでアップしよったね。
普段のちょっと120%までこれ食べ方は？これはもう相馬崩して、まあ公式なように食べてもらったら。美味しい。美味しいね。見たことのないメニュー。これが良かったですね。ちりめんおこげ。どうですか、お味は？美味しいです。美味しいです。出汁がすごく期待以上です。良かったです。江南餃子っていうのはどういった特徴というか、それ結局ほらこの江南市のニラの生産量が日本で一番多いと言われるし、でね、ニラ料理をどうやってプレゼンしていこうかって言ったら、いろいろニラ焼きそばとかいうところもあるわけよ。でその時に一緒にうちからできたのがニラって餃子やろみたいな。で江南餃子に。はい、ありがとうございます。あ、お箸ついてきた。お箸ありますよ。よろしく。はい、すみません。よろしいですか。はい、はい。美味しいねこれ。あっさりして。ニラ餃子。どうですか、ニラのお味はしますか？美味しい。美味しい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。なんか町や。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。中僕の場合、これだけ。はい。はい、お待たせいたしました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？海の近くの道路を走ってるので、自転車で、そして探して、ここがええかなと思って。680円です。よっ。博多のラーメンもあるがな。じゃあ。
はい。Nah, itu yang ada di depan itu. Sudah beda, bisa tamar itu.大丈夫。これで蓋をすると。強い？はい、どうぞ。私もだいぶで。え、唐揚げの味の人。自衛隊、普通。まあ、それはよう当番したわ。もういたらまたもら。地元の柚子と、それからまあ、お醤油と試行錯誤して。いらっしゃいませ。こういう芝居絵屏風を街に飾るっていうのは、48年前よりもっと前からある風習でして、こう大体今から160年ぐらい前からはあると言われています。赤岡って昔は結構こう塩とか貿易とかで栄えた場所だったので、そこにこういう絵金さんのような絵師がいたら、やっぱりそこにいるお金持ちが絵を描いてほしいっていうことでこう結構依頼をして描いてるっていうのが今残ってるっていうのがこちらの絵ですね。こちらのお部屋がお祭りの様子を再現したお部屋でして、高知県香南市赤岡では毎年7月に駿田八幡宮の神祭と絵金祭りっていう2つのお祭りがございまして、その日にはこういう芝居絵屏風が家の軒先に並ぶと、そういう全国的にも珍しいお祭りをちょっとこの部屋再現しております。どういったものがテーマになってるんですか？
いわゆるこう歌舞伎とか浄瑠璃とかのワンシーンをこう絵にしてるというのがまあ特徴でして、同じ人物がまあ2箇所出てたりするんですけど、こういうのを異児同図法って言いまして、まあ、4コマ漫画を結構1コマに凝縮したようなのがちょっとこう特徴だったりします。肉のない肉じゃがというか、じゃがじゃが。蒸しておる。お疲れでございましたと。洗って終わりが近づきますと。